ねえのぞみ、突然なんだけど、昔ハロートークで知り合った中国人の女の子のことを急に思い出してさ。ハロートーク、懐かしいね。言語交換アプリだよね。そうそう、その子と結構やりとりしてたんだけど、ある日突然すごいメッセージが来てさ、なんで返事くれないのって。怒ってる。何があったの？私はちゃんと返事してたんだよ。でもさ、メッセージ開いて文章を考えながら書いてたら、その間に見てるのになんで返信しないのって来てさ。ああ、既読がついてるのに返信来ないってことか。そう、私は一生懸命文章を考えてたのに、家事もしなきゃいけないし、もう必死だったよ。それはきつい。でもわかる気もする。でしょ？で、なんかペースが合わないなってなって、そのままやりとりやめちゃったんだよね。ああ、そうなんだ。最近になって、あれって文化の違いだったのかなってふと思って、当時それを知ってたらすれ違わなかったかもなって。それちょっとわかるかも。じゃあ今日はその話しよっか。日本人ってなんで LINE の返事遅いのっていう。ちなみに LINE って知らない人のために少し説明しておくと、日本でめちゃくちゃ使われてるメッセージアプリなんだよね。そうそう。日本人のスマホにはほぼ全員入ってるって言っても過言じゃないくらい。2023年の時点で日本の人口の 70% 以上が使われてるって言われてて。すごい数だよね。で、LINE にはすごく特徴的な機能があって。既読機能。そう。メッセージを相手が読むと既読って表示されるんだよね。相手がメッセージを開いたよっていうのがわかる。これ世界的に見ても導入が早かったんじゃないかな。今は他のアプリにもあるけど。で、この機能があるせいで生まれた言葉が既読スルー。既読スルー。読んだのに返事しないっていう意味ね。スルーって素通りとか無視するって意味で、既読になってるのにそのままスルーされたってこと。これ日本人にとって結構ストレスになる概念で。あ、既読ついてる。なんで返事来ないんだろうってなるやつ。まさにさっきのミサキのエピソードじゃん。そうなんだよ。あの子からしたらまさに私が既読スルーしてたように見えてたわけで。まず聞くけど、ミサキって今も LINE の返信遅い方？正直に言うと、遅い時あるよ。わざとじゃないんだけど。だよね。私も遅くなることあるし。でも外国の人から見ると、この人返事しないってなるらしいよね。日本人同士だとそれが普通だったりするじゃん。相手も遅かったりするし。そうなんだよね。むしろすぐ返してくる人ちょっと怖いみたいな感覚すらあるし。わかるわかる。なんか距離感近すぎみたいな。そうそう。これリスナーの皆さんどうですか？日本人の友達と連絡するとき返信が遅いなって思ったことありますか？今日その理由が少しわかるかもしれないので、ぜひ最後まで聞いてください。まず一つ目の理由なんだけどね。私短いメッセージでもめちゃくちゃ時間かかるんだよ。あー、それ聞きたかった。どういうこと？了解一言でもなんか冷たくないかなって思って絵文字つけようかなってなって、でもどの絵文字がいいかなって。それめちゃくちゃわかる。文末とか、だよにするかだねにするかとか、びっくりマークつけるかどうかとか。そう。一行のメッセージに5分かけるとかさらだよ。本当に。で、その間に既読がついて、なんで返さないのってなるっていう。それがさっきのエピソードなんだよね。なんか手紙を書く感覚に近くない？あ、そうそう。まさにそれ。短くてもちゃんと書かなきゃ、みたいな。日本語って敬語のレベルとか語尾のニュアンスとかが細かくて、それがそのまんま人間関係に影響するって感覚があるんだよね。だからメッセージが小さな手紙みたいになる。それが時間かかる理由の一つだよね。で、二つ目の理由なんだけど、私これが一番大きいと思ってて。何？相手に気を使いすぎる問題。あー、返したら迷惑かなってやつ？そう。今忙しいかな。夜遅いしな。すぐ返したら重いかなって考えて、じゃあちょっと待とうってなる。わかるわかる。でも向こうからしたら無視してるに見えるっていう。逆効果なんだよね。でもこれ大事なポイントで、悪意はゼロなんだよね。むしろ相手のことを考えてるからこそ遅くなる。察する文化ってよく言われるけど、察しすぎて動けなくなるパターン。その通り。リスナーの皆さん、もし日本人の友達の返事が遅くても嫌われてるわけじゃない可能性が高いです。むしろ今どうかなって考えてる最中かも。そうなんだよね。で、三つ目がこれまた厄介で。何？悪循環。最初ちょっと遅れて返したら、今度は間が空いちゃったからそれなりの返事しないとって思い始める。わかる。もう3日経ってるし、一言じゃ失礼かなってどんどんハードルが上がっていくやつ。そう、返したいけど返せない状態になるんだよね。自分で首絞めてるやつじゃん。わかってるんだけどね。結果的にさらに遅くなって
相手はさらに不思議に思うと。これは正直戒めも込めて言うけど、良くないよね。相手からしたら意図が読めなくて不安だよね。そうだよね。文化の違いを言い訳にしないで、早めに返せるときは返すっていうのは意識したいよね。ほんとそう、反省。お互いね。で、さっきのハロートークの話に戻ると、中国だとチャットってどんな感覚なんだろうね。多分、リアルタイムで話す会話のイメージが強いんじゃないかな。ああ、だから返事が遅いのは会話を無視してるみたいになるのかも。その子私のこと嫌いになったのかなとか心配してたかもしれないよね。そう思うとちょっと申し訳なかったな。でも悪意はなかったわけだし、知らなかっただけで。そうなんだよね。知ってたら日本人ってこういう理由で遅くなりがちだよって伝えられてたのになって。リスナーの皆さんも日本人の友達や先生とやり取りするとき、この話ちょっと思い出してもらえたら。あ、察しすぎてるのかも、手紙書いてるのかもって思ってみて。じゃあ今日のまとめいこうか。日本人の LINE の返事が遅い理由、3つ話したよね。一つ目が文章を丁寧に書こうとする手紙感覚と語尾、絵文字、敬語を調整する遂行コスト。2つ目が今返したら迷惑かも、重いかなという察しすぎ文化。三つ目が遅れれば遅れるほどハードルが上がる悪循環。そして全部に共通してるのが悪意はゼロってこと。むしろ気を使ってるからこそ遅くなることが多い。まあ、だからといって遅くていいってわけじゃないんだけど。次回も込めてね。本当に。あのハロートークのことを最近よく思い出すんだよね。あれ文化の違いだったのかもな。知ってたらすれ違わなかったかもって。言語を学ぶって言葉だけじゃなくて文化を知ることでもあるよね。うん。今日この話を聞いて日本人のことを少しだけ分かってもらえたら嬉しいな。それじゃあ今日もありがとうございました。またね。